毎日使って1日そうだね10回ぐらい乗ったり降りたりエンジンかけたりするでしょ。メーターダッシュボードの美しさってのはいまだに飽きてないね、であの演出って僕はものすごく好きだな。できることならステアリングホイールがもうちょっと細くて大きい方がいいかな、僕の好みだと。でもステアリングのチルトとテレスコープ風に手前に寄ったり遠くに行ったりするあの動きはすごくいいと思うな。それからパワーシートの動くスピードも非常によく考えられてる。ちょうどいい。約5ヶ月間で6000キロ近く走ったかな。もう一台メルセデスの SL があるから、そいつもちょうど同じ時期に来て、そいつも6000キロぐらい走ってるから、5ヶ月で1万2000キロぐらい僕走るんだな。メルセデスの何十倍もいいよ、東京で乗ったら。アウトバーンで乗ったらメルセデスのが何十倍もいい、それだけだよ。でそういうことってすごく大事なことで、こういう車ってのはその国の文明文化を背負ってることは当然としてもね、その国の社会とか交通システムとかっていうのを反映すべきだと僕は思うのね、だからこそキャラクターになるわけだから。フランクフルトを中心にドイツのアウトバーンを試乗してきたんですけども、ドイツのアウトバーン、一般道路を高速でコーナリングするとき、特に下り坂でのハンドリング、総高にちょっと僕は不満を持ったんですけども、それ以外は非常にいい車です。ワールドワイドに通用する車にぜひしたいと思ったんです。でドイツのアウトバーンでも通用する車、あそこは200キロとか250キロで走ります。それからアメリカの道っていうのは大変荒れてますんですが、アメリカの道でも、アメリカは速くは走らないんですが非常に道が荒れている、そういうところでも通用する車で、日本でももう快適に乗れる車ということを目指してやりましたので、ぜひ超高速もやりたいと。半世紀を超える車作りの経験と蓄積、そして新たな開発への挑戦。トヨタがフラッグシップカーとして初めて手がけた世界サイズの高級車、それがハイパフォーマンスラグジュアリーセダンセルシオである。全長約5メートル、全幅は 1.8 メートルを超える。4リッター V 型8気筒の心臓、4輪ダブルウィッシュボーンの足腰、空力に研ぎ澄まされながらも量感と気品をたたえたボディ、人を乗せて走る、曲がる、止まる。車の基本、源流から精度を煮詰め直したセルシオには、既存の高級車メルセデス・ベンツ S クラスや BMW の7シリーズなどに追いつき追い越そうというオールトヨタ挙げてのひたむきな熱意があふれている。シベツは会社がですね、この車の開発に合わせて作ってくれたんです。でもちろんこの車のためだけに作ったわけではないわけですが、この車の開発の日程に合わせてやってくれまして、最初はですねあれ1周10キロあるんですね。それで直線が4キロあります。で最初直線の4キロだけが完成したんですね。でそこを往復で試験してました。でそのうち回れるようになったんですけれども、でやはり200キロ以上250キロ近くは走れますので、非常にあそこは役に立ちましたですね。であそこはまだできたばかりですので、木が完全に生い茂ってませんので、横風が結構建物と建物の間とか吹き抜けるところがありましてですね、横風安定性の評価にも大
大変よく私は組み立ったと思います。標別とそれからヨーロッパに同じ車を置いておきましてね、はい、それでヨーロッパで試験したものをすぐこちらへファックスなんかしましてですね、でこちらで試験してという、そう両方でいろいろとやりましてですね、ちょっと横風がありますけども、直進安定性もいいですし、やはりこのスピードで今250キロいってますけども、この僕の走りしゃべりが聞こえると思いますけども、他の車ベンツ BM あたりだったらこの静かさはちょっと経験できないと思いますね。それほど静かです。この周回路を高速で走ってる限りではもうちょっと操舵感があって、ステアリングインフォメーションが欲しいなと、そんな感じがするな。今左 1000R 入りました。今も高速でちょっと切り返したんですけども、切り返した時の後ろの安定性、リアの安定性がもうちょっと欲しいかなと。このままでも問題ないですけども、今 1000R を240キロを超えるスピードでちょっと最初の左、そして右と切り返したんですけども、荷重の移動するところ、こうなるところでちょっと後ろがある瞬間ノーフィーリングになってスーッと流れる、あの辺がもうちょっと落ち着けばもうそれこそ100点です。はい、ここです。ここ今スーッと切り返して、今後ろクッと出るんですけども、絵では当然わからないでしょうけども、あの辺のフィーリングがもうちょっと良くなってほしいですね。そこで一回足きせる緩めて、今また全開です。さあ今度は何キロかな。メーターの誤差が5キロぐらい。メーターも非常に正確ですね、この辺だと。普通の国産車ってのはどうしても開発に時間がかけられてないなって感じるけどね、こいつは十分な時間をかけて本当に7年間開発をずっとやってきたなっていう車だと思うな。だから完成度が全く違う。だから国産のあらゆる車がこれの完成度を持ってないよ。現在の社会というのは非常に複雑な社会ですから、やはりストレスも多いですし、やはり温かさっていうのが、新しい価値を持ってくるんじゃないかと、これから。で温かさを、美しさ、それから気品もありますが、温かい人間に対して温かい車を作りたいというふうに考えたわけです。でところがその人間に対する温かさとその機能ですね、高い機能というのは必ずしも片っぽが高くなれば片っぽが高くなるというもんではないんですね。やっぱそこが難しいところだと。でむしろ相反する、片っぽを高くすると、例えば機能を高くすると温かさっていうのは、非常に機能的な室内って言いますね。その機能的な室内っていうのは温かさが欠けるというようなこともありますので、そこを上手に両立させる、高いレベルで両立させる。
サスペンションの仕上げきちっとこう剛性感があって、しっかりした走りになってますね。やはり、セダンだからある程度ロールしますけど、このロール感も非常にいいな。こう言ってこう後ろ今これ流れてるんですけども、すごいこう流れながらでも安定してるサスペンションいいですね。それと今のようなタイトコーナーで、キックダウンした時、あるいはさらにそのシフトアップした時の80、つまりオートマチックトランスミッションの今回のこのつなぎ目のショックの少なさは、これは今までのとちょっと違うと思いますね。これ用に作られたミッションだということが分かります。ここのところのトヨタのオートマティックというのは世界でもトップクラスで、すごい使いやすく、また精度もよく仕上がってるんですけども、この辺も非常に良くなってますね。高級車は NVH、 つまり N はノイズですね。バイブレーション、ハーシュネス、まずノイズ、すごい静かです。とにかく世界一という言葉を簡単に使っちゃいけないでしょうけども、今現在の生産されている世界の車の中で一番静かだと思いますね。振動が非常に少ない。自動車というのは振動を発生するところがたくさんあるんですけども、僕はエンジニアじゃないんでどこの振動がどうのこうのという分析はできませんけども、とりあえずこう走った感じの振動は非常に少なくてですね、もう本当にこう滑らかなドライブを可能にしてますね。単純にサーキットみたいな路面を作ってます。今テストコース走ってますんで、ハーシュネスに関してはあまりチェックする場所はないんですけども、でもこのサスペンションならハーシュネスもおそらくすごいレベルに仕上がってて、路面からの入力エネルギーをできるだけマイルドにソフトに吸収するようになってると思いますね。ある種のメルセデス、例えばね、現在売られてるんで 300C24 なんて、これえらくスポーティーな仕様なんだろうと思うけど、非常にステアリングも重いし、全体にサスペンションのタッチもハードだし、そういうのを都内でちょっと乗るとね、嫌だなという気がする、でもアウトバーンで乗ったらいいなと思うと思うんだけど、だから僕は東京都内で乗るとしたら今のところこの車以上の車ないんじゃないかなという気がするね。ショックアブソーバーも大変こだわって、レスポンスのいいものを作ったんですけども、一本一本検査して今出してるんですが、チューニングして、ですからやっぱりそういう基本に忠実にきちんとやるというのは、地味な仕事ですけど大切だというふうに思いますね。ですから結果的に言えば杉木さんの思い込み、頑固さ、ある意味のいい意味のわがままでこういう車になったと。頑固さって言われると困るんですが、目標に対しては頑固ですけど、達成手段は柔軟だっていうふうに言っていただかないと困るんですけどね。そういうことはあろうかと思いますね。確かに要するにこだわりが大事だと思います、高級車はこだわりが大事だと思います。それと僕ね、今度逆の言い方ですけどね、何もそれは最初のお客さんにいい車を提供しなきゃいけないっていうメーカーは義務はありますけど、小さなところでのチューニングはですね、世界の高級車を見ても随時いい意味でどんどんチューンアップしていくというのは僕はあったって
ていいと思うんですね。いやその通りだと思うんですね、僕ね。ですからこの車が出てですね、マイナーチェンジまで何もやらないとかモデルチェンジまで何もやらないとかそういうことじゃなくて、今おっしゃったようにもう時々刻々改良をしていった方がいいと思うんですね。僕はそうあるべきだと思いますね。そう思いますね。本当にそれ大事だと私は思います。はい、それがゆくゆくその次のモデル、そうです。先のまた貯金にもなりますし、そう思いますね本当に。まあこういう車を僕らが試乗させていただきまして非常にいい経験になったし、まあこの車を買うユーザー層を代表してお礼を言ってきます。ありがとうございました。またいろいろ教えていただいて本当にありがとうございます。はい、ということですね。全然関係ないんですけど、これやつ量、これまああれと関係ないですけど、やつ量をやったんですよこれ。ですから今座っておられるこれもね、はい、牛側の背中になってるんです。でこういう横っちょありますでしょ、ここお腹です。でそういう長持ちする車っていうのは高級車にとって非常に大事だと思うんですね。そうですね。それも随分やりました。まあもうこれ使いませんからいいですけど、だから鈴木さんね、こうやってね、僕こうやってきちっと座ってるとすごいいいシートなんですよね。ただこれが使えてこんなになったりねするときになんかこうもうちょっと余裕があってこう座り心地がね、これはちょっと言われたでしょ。そっちのシートがねちょっとずらすと硬いんですね。硬い。ヒップポイントのある一点だけに圧がかかるんですね。これでもちょっとそう言ってられましたね。こう座ってる時にはこう全体で自分の体重を受けてくれてすごいいいんですね。でちょっとこうずらした時にお尻のこの尾てい骨のこの線ぐらいのところにすごい圧力がかかるんですね。特にそっちのシート。もうちょっとこういうとこ柔らかくしますかね。柔らかくっていうかね、なんて言うんだろうな。だからちょっとずらした時の雑分布を取ってみればいいんですね。リアもこれが良くないですね、ここのとこが。それ引っ張っとるんだな下へ。雑分布取って雑分布はなかなかいいんですよ。だからこうやって座った時はだからちょっとずらしていっぺん雑分布取ってみますかね。それとこれは今後出ないんですか。これはですね、その F パッケージって日本のやつには出るやつがあります。それ作りました。アメリカ向けはありませんけど、これは今日来てないかな、来てるんじゃないかな。だから見てくれとかね、これ動くんじゃないかな。これ動くと思う。これで動く。これか。動きますよ。そっか。こっちやってください。それだ。それ動きます。そうか。これもヘッドレストも動きます。これもヘッドレストも。これおもちゃです。これがついてればまだいくらかいいな。まだいいですか。これも。これマッサージだな。マッサージ。これね、だけどね、意外と使ってる人多いんです。ゴルフの帰りなんか。これこんなもんねやるとね、僕はもうレクサスの金が落ちるって言ったんですけど、でも皆さんつけてくれってものすごい言われる。コンクリートの壁の向こう側では音が聞こえないですけども、障子紙の向こうではよく聞こえる。ですからやはり、例えば床にコンクリート張りなんかすればそれはきっといいんだろうと思いますけれども、静かにすれば重くなる。そうすれば燃費が悪くなる。やっぱり燃費と静かさは相反する。それからコーナリング性能を良くしようとして車を硬くすれば当然乗り口も悪くなると。それを私は今の二律背反のものを両立させるっていうのをイエットの思想と。でイエットっていうのはなおかつっていう意味なんですね。なおかつということでイエットの思想と。ですから例えばハイパフォーマンスイエット、非常にいい燃費と、こういうふうにですね、そういうふうにその真ん中のイエットを取ってイエットの思想というのを一つその開発のコンセプトにしたわけです。セルシオは ABC3 つの仕様と C 仕様に便利装備を備えた F パッケージを持つ。 B 仕様と C 仕様 F パッケージをもとにキャビンを見てみよう。ステアリングはキーを差し込むとドライバーズポジションへ移動。キーを抜くと跳ね上がり、引っ込んで乗り降りを楽にする。センターパネルの傾斜はドライバーが上体を動かすことなく
腕を伸ばすだけで全てのスイッチに届くように設計されている。パワーシートは速くもなく遅くもなく、スイッチの精度が高いのでドライバーの意のままに微調整できる。本革シートはオプション、標準装備はウールファブリック。ガンさんはウールの方がホールド性が高いと言っている。シートベルトアンカーの高さ調整幅はかなり大きい。CCO はこれらのポジションを全て記憶し、ミラー角度も含めてボタン一つでセットアップ。リアシート、リアエアコンもドライバー席で調整できる。F パッケージはリアパッセンジャーのためにも細やかな装備を持っている。リアから助手席の移動が可能。レッグスペースを大きく確保できる。電動リクライニングシートはヒーターとバイブレーターを内蔵。アームレストの中にはエアコン、オーディオのコントロールスイッチのほか、ヘッドフォン専用のカセットデッキを持っている。ラゲッジルームは開発当初からサムソナイトスーツケースを4個収納できることを目標に設計され、75センチサイズ2個と67センチサイズ2個収納してもまだ余裕がある。左側面にはツールボックスがオールインしている。その従来レベルに比べてかなりチャレンジングなですね、高いレベルを設定してそれを満たしていくと。その今お話ししました廃反事故を克服していくということをやらないと、なかなかやっぱりその新しい参入していくものとしては難しいんじゃないかと思ったんですね。11ぐらいですかね、項目を作りましたですね。例えばハンドリング性能ですね、それと乗り心地で、これもイエットの人でぜひ両立させたいという話で、ジオメトリーの話もやりましたし、それからパワーステレオの話もやりましたし、それからショックアブソーバーを非常に遅れのないいいショックアブソーバーを作りたいと思いましたし、なるべく元でやりたいと。例えば騒音の問題を例にとりますと、エンジンから音が出なければいいじゃないかと。エンジンが振動をフロアに伝えなければいいじゃないかということがありますね。でそうしますとそれをやりたいと。でそれをやるにはどうすればいいだろうかと。それは例えば例えがなかなか難しいんですが、鉄棒に人がぶら下がってぐるぐる回りますね。そうすると鉄棒はしないます。そうすると支柱が非常に大きな力を受けますね、周期的に。だからそこへ、人がぶら下がらずにただ鉄棒がぐるぐる回るぐらいなら支柱はほとんど力を受けない。ですからそれは、アンバランスの状態、バランスの悪いものをぐるぐる回すと大きな力を受ける。ですからバランス状態が非常に完璧であれば、エンジンから振動は出ないはずなんです。それから、そういう話がありますね。それから音の振動、今の話は振動ですが、音に関しても各部署から音が出ないぐらいならいい。それはやっぱり精度を上げることじゃないかと。あるいはバランスを高く取ることだということをやりたいと思ったんですね。でところがなかなかそう簡単にはいかないということで、私、その生産技術部門、実際そういうことを作り出す部門があるわけですけれども、頼みに行きましたら、非常に簡単に、工作機械の精度より、いい部品はできないと。もう大変簡単な結論でして、で私は
頼みに来ながら大変そうだそうだと、それはいい、それはその通りだねと納得いたしまして、でそれはそこで挫折をしたわけです。だが挫折ではなかった。全社的に F 級委員会を設置。工場においては部品の精度を上げるため、まず工作機械そのものを作るという文字通り源流に立ち戻ったプロジェクトが組まれた。もし鈴木氏の目標設定が挫折していたら、セルシオは単なる大きい車になっていたかもしれない。一般には高性能と低燃費というのは相反するように考えられますけれども、エンジンを基本からしっかり作り直してみますと、これは案外その共通点を持っている。例えば部品一つにとりましても、非常に精度よく作ってやりますとフリクションって摩擦が減りますから、性能も良くなりますし、燃費も良くなる、また音も良くなる、静かになる。非常に相反する要素を持っているような目的を非常にしっかりした設計をやってやることによって、同時に達成できるんだということを、このエンジンの開発を通じて感じました。開発期間もさることながら、全ての部品をこのエンジンのために一から設計し直しました。それから材料も非常にエンジンを軽くするために新しい材料も使っておりますし、アルミもたくさん使っております。それから部品一点一点を一から設計し直したという自信がございますので、部品のどの一つの線を取ってみても決して意味のない線はないと思います。それぞれに説明ができる線でエンジンができていると、そこまで細かなところまで一つ一つ突き詰めて作ったんだという自信がございます。空気力学の源流対策からすればトランクを上げないといかんですけれども、スタイリングの方を取りまして上げないというふうに決めたわけです。あまり高くしないというふうに。でそれに対して目標を下げてほしいという話はもちろん空力技術者さんからありましたけれども、いや目標は下げないと、ちょっと横車をしたという感じですが、私が思いましたのは、空気力学というのはそんなに長い歴史はないんですね、まだ自動車のとしては。ですからきっと細かく見ていけばできるんじゃないかというふうに思ったんです。しかしなかなかスタイリングをやっていく間はなかなか下がりませんでしたね。とにかく走らなきゃ意味がない。アウトバーンでもう200キロオーバーで、既存の高級車をぶっちぎらないと新参のねセルシオとしてはその高級車と言えないと思いまして、で空力をまず造形の取っかかりにしました。私が大変印象的な事件がそこで起きましてですね、というのは空力技術屋さんがですね、なんと1分の1のクレーモデルを作ったんです。でそれは普通はそういうことをしないんですね。でそれはデザイナーがやる仕事なんです。それを口で、ここをこうすればよくなる、あそこをこうすればよくなるということをアドバイスしていくわけです。ところが空力技術屋さんがいきなり自分でですよ、自分でモデルを作ったんで、大きな1分の1を作ったんで、それが空力がコンマ28だったんです。で、私はそれを大変褒めたんです。要するに情熱、自分で、なかなか達成されないもんですから、私が頼んだわけじゃないんです。それを自分で作った。そこが私大切なところだと思うんですけども、それで私は彼らを大変褒めたんですけれども、それでデザイナーはもちろん、その車を見て非常にみっともない車だというふうに言ったわけですが、私もこの車では売れないなとそう思いましたよ。ですけれども、そのデザイナーはその車によってですね、こうすれば空力値がよくできるということを実物で、口だけじゃなくてですね、実物で見せてもらったというのか。スケールモデルを作る段階からフードにクレーモデルを入れまして、でクレーモデルに実際煙を当てましてですね、ボディのサーフェイスに当たるその煙の流れを観察しながら造形していった。でそれを5分の1のモデルでもやり、なおかつ、
フルサイズのクレーモデルの開発段階でも前後50回にわたってですね、風洞にデザイナーも入り込んでですね、で実験屋さんと一緒にサーフェイスをデベロップしていきました。で空力っていうのはね、それで終わったんじゃないんですよ。でもう一遍障害にぶつかりまして、ダウンフォースを出すためにですね、上の流れが空力が良くなったってことは上の流れが速くなったということで、それと同時に下も速くならないといけない。下の方が速ければ下に風圧ができてダウンフォースが出るわけですけども、でダウンフォースが出るということはまっすぐ走るということを高速でですねとって非常に大切なものですから、ですからところがそのアンダーボデーをもともとアンダーボデーでもちろんこのぐらいだろうと、このぐらい悪くなるというふうに予想してたわけですけれども、上が非常に良くなったものですから、アンダーボデーのその悪さ加減っていうんですかねが非常に出まして、また空力の質が悪くなっちゃったんだ、アンダーボデーをつけましたら。そしてそれによってじゃあもう一遍やり直しましょうということで、それはダウンフォースのためにもやらなきゃいかんで、下を徹底的にツルツルにしました。大型のエンジンアンダーカバー、フロントサスペンションから前は完全にフラット、排気系が全てアンダーフロアに収納されている。リアサスペンションアームとサブマフラーにもペアリングが装備されている。ACO っていうのはベースの車ですね。で、なるべく値打ちな車が欲しいと言われる方、アメリカの仕様に近いんですね、あれは。それで B 仕様と C 仕様については片っぽはエアサスペンション、片っぽは初めてやりましたピエゾテムズで、ピエゾテムズっていうのは普通はソフトって言いますかね、ソフトのがベースになってで時々硬くなってで、今度は反対にしまして、全く凸凹のない道であれば、サスペンションは硬くてしっかりしてた方がいいわけですから、で穴ぼこりのところへ来ましたらパッと柔らかくなるで、またすぐ戻るというようなことができるのがピエゾテムズなんですけども、で私はピエゾテムズもなかなかいいと。で自分でハンドルに行ってドライビングを楽しまれる方は、そういう速く走っているのか、そういう草案好みの方は B 仕様どうだ。それから C 仕様というのはエアサスペンションですから、草案はもちろんいいんですが乗り心地重視で欲しいとおっしゃる方であれば、重視したいとおっしゃる方であればエアサスもいいということで、B と C はですねほとんど他のものを仕様を同じにしたんです。で足を選んでいただくということにしたんですけども、でこの車はもともと自分で運転するドライビングカーだと思っているんですけれども、日本の場合ですとやはり後ろに乗られる方も見えるということで F パッケージを作りました。C 仕様は20ミリの車高アップが可能。アクロ走破性と高速性能の両立が図られている。通常トラクションコントロールの効果は感じにくいので、もう一度スイッチをオフにして走ってみよう。ホイールスピンして直進性駆動力が著しく低下するのが分かる。サスペンションはですね4輪のダブルシブにしまして、その狙いはやはり乗り心地のためには非常にフリクションを下げなきゃいけないということが一つ、それからもう一つボディ骨格を含めた足回りの剛性を高めなきゃいけないと、それらは非常に軽く作らなければならないという、そういう相反する要求に対して満足できるサスペンションというものが完成できたというふうに考えています。やはり軽量化ですね。軽量化というのは、先ほど言いましたけども、剛性を確保しながら軽量化しなければならないということもありますし、新しい材料を例えば使おうとしますと、それなりの開発のための手間もかかるものですから、そういうところでそういう積み重ねがやっぱり苦労といえば苦労なんじゃないかというふうに考えますね。重量はもう大変熱心にやりました。やっぱり重くな、例えば全部の部品が 2% か 3% 重くなりますとすぐ50キロぐらい重くなっちゃうんですね。その通りですね。ですから
最後は10グラム単位で私やってました、はい、要するに一つの部品が悪いとやっぱりそれ例えばあれですねエアコンを部屋の中に入れますね。で暖房してるとしますね。それで窓を少し開けてしてるとします。隙間風で隙間風で決まってしまうんですね、その人の感じというのは。ですからどっか悪いところがあると、ですから全部を開けないとダメだと思いますね。ですから全部上がっているというふうに考え、タイヤに至ってはまあちょっと説明しにくいですけどユニフォーミティっていうのを取ってるんですけれども、一つ一つのタイヤのユニフォーミティを取ってるホイールをつけた状態ですね。でダメならそれをまた、取り直すわけですけれども、まあそれはきっときっとって言わないともしも間違っているといけませんので、世界でセルシオだけだと思いますね。バランスはもちろんどの車も取ってます。ユニフォーミティを取っているのは、うちだけだと思いますね、きっと。はい、スタートします。80キロ80キロ危ない。このテストに求められるのは ABS の性能だけではない。サスペンションをはじめとする車の基本性能の全てが要求される。車の運動性能は安全性に不可欠な要素である。エアバッグの作動は展開完了までたったの 0.12 秒、まばたき1回に要する時間の半分の。セルシオの静かさを体験してもらうために音楽を流しながら走ってみよう。ヘッドレストの両側にピンマイクを設置。ドライバーの耳に最も近い位置だ。オーディオのボリュームと録音レベルは一定にして動かさず、加速による車内音の変化を聞いてほしい。スタート。時速100キロ。加速。これが時速160キロの車内音だ。
やはり自動車というのは個人の好みがありますし、いろいろな場所、多くの道路を走りますんで、パーフェクトというのはないと思うんですね。それで例えば僕個人で言いますと、ちょっと首をかしげるところはやはりそれはそれなりにあります。特にサスペンションのブッシュ関係、あるいはそのブレーキの動力に対するブレーキ性、あるいはステアリング切った時の初期応答みたいなものももうちょっとそうですね、なんて言いますか、ハードの方に振っても良かったかなというような気がします。特に高速走行、ドイツで感じたんですけども、ちょっと横風を受ける、あるいはその路面の荒れたところでコーナリングし始まる時に、まあ不安定とは申しませんけれども、ちょっとなんて言いますかね、無駄な動きが入ってくるような感じがします。まあどういうふうにするかと言いますと、まあ簡単に言えばスポーツカー風、もっと大げさに言えばレーシングカー、そっちの方向にもうちょっと行ってもよかったんじゃないかなと。そうすればもっとそのスポーツドライビング、あるいはそのオーナードライバーでもっと締まった走りを望む人にはもっと気持ちいいドライブができたんじゃないかなって気がしますね。まあそれはそれでおそらくそれをきちっとすると、また一部の人は硬いとか、あるいはそのもうちょっと柔らかい方がいいんじゃないかみたいな話も必ず出てきますんで、そういった意味で自動車というのはパーフェクトはないんで、そういったものからするとやはりセルシオは総合的にやはりいいと評価するべきだと僕は思います。撮影中の移動を利用して燃費を測ることにした。私たちが走ったのは昼間の東京都内のほか、西は名古屋、東は福島県いわき市。時間的にも早朝から深夜へ及び、全走行距離は 1293.5 キロとなった。やはり機能がいいだけだったらダメだと、まあ非常に理屈っぽく言うようですけども、その機能が人間の感性にですね、心地よくフィットするレベルまで洗練された時に初めて人間にとってそれは高機能だと言えるんじゃないかと。ラグジュアリーカーらしい高機能だと言える。ですから加速でももうボーンと出るんじゃなくて、まあスポーツカーはそれでもいいのかもしれませんけれども、アクセルを踏めば滑らかにずっとこう出ていくと。それからワイパーのスイッチ触っても非常に気持ちがいいと。それもやり直しました。まあ、いろんなところのスイッチ量もみんなを見直しました。ですからやっぱり洗練され、そこまで洗練されると機能がですね、それも非常に大切なんじゃないかというふうに思ってます。ベントレーって車、この車に比べたらあの車、まあなんて言ったらいいかな、クズだって言うと言い過ぎなんだけど、まあどうにもなんない車だよね。でも僕にはとってもこう肌合いが合う。もうあの車に乗ってる時
はやっぱり幸せな気分ですね。僕はいいものって何だろうかと思うのね。自動車の技術っていうのももうなんか相当のところまで来てるわけね。例えばね、簡単に言うとこのスプーン、僕このデザイン気に入ったけどね、この一本一本の溝のクオリティをもっと上げたとするよ、ミクロン単位にね。つまりそれはこのスプーンはクオリティがうんと上がるだろうけど、それを上げたからいいだろうかとこう考える。日本の自動車ってなんかこのいい自動車に向かってなんていうか行き過ぎてるんじゃないかって気がするのね。でその結果としてその人間との関係っていうのがどうもね忘れがちでね。でそれだとこう人間とその車のこういい関係、素敵な関係みたいなのができにくいんだな。で僕それはとてもね、でもこのセルシオぐらいの高価な高級な車になるとまだまだその車を良くする部分って残されてるけどね、残されてるとは思うんだけど、もっともっとこう安い車で大量に作る車っていうのはもはやこう限界に近づきつつあるという気がするので、この車はそれの頂点でね、なんかこう人間との関係をこう忘れて、なんかこう車のこう機械としての機能みたいなものを非常に追求してきたなと。でそれは悪いことだと、必ずしも悪いことだと僕は思わないんだけど、徳さんベントリーは160キロで手放し運転できませんよ、140キロからものすごくうるさいですよ。そうすると僕はいいんだよ、そんなスピード出さないから僕は言うだけなんだよね。で多分200キロで直進が安定してるから偉い。200キロで 80R が回れるから偉い。そういうその数字を追っかけてるうちはまあ人間とのいい関係ってそうできやしないんじゃないかなという気がしてんだよね。でもこの車ね、人を乗せると喜ばれる。本当に静かですねって、乗り心地いいですね必ず言うね。全然こう自動車に関心のない人が。ベストモータリングビデオスペシャル第8弾は清水和夫のドライビングテクノロジー、走りのメカニズムを徹底分析。5月11日全国書店にて一斉発売。